美咲、今度の花火大会、浴衣着ていこうかな。いいね。浴衣いいじゃん。もう夏って感じ。でしょう？この前、可愛い浴衣を見つけちゃって。わかる。夏になるとお店にいっぱい並ぶもんね。でもね、ふと思ったんだけど、着物と浴衣って何が違うんだろう？それめちゃくちゃよく聞かれる。外国の人にも日本人にも。だよね。だって似てるもん。どっちも体に巻いて帯をして。そうそう。パッと見はそっくり。でも知れば知るほど、こんなに違うんだってなるよ。気になる。今日それ教えて。よーし、いいよ。今日は着物と浴衣の違いをたっぷり話していきます。ということで始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間です。私たち、みさきとのぞみがお届けします。じゃあ早速、一番大きい違いは何？すごく簡単に言うとね、浴衣は T シャツ、着物はスーツ。わかりやすすぎ。でしょ？浴衣は夏の気軽な服で、着物はちゃんとした日のきちんとした服。じゃあさ、浴衣で結婚式に行ったら？それはダメ。T シャツで結婚式みたいな感じ。確かに浮いちゃう。逆に近所の小さい夏祭りにすごい高級な着物で行ったらそれもなんか気合い入りすぎ。そうなの。だから場所に合わせる。まずは浴衣イコールカジュアル、着物イコールフォーマル。これが基本。オッケー、覚えた。パッと見て見分ける方法ってある？ある。まず足元を見て。浴衣は下駄に素足。歩くとカランコロンになる木のやつね。そう、あれ。でも着物は旅を履くの。白くて親指のところがパカッと分かれてる靴下みたいなの。見たことある。忍者みたいな。そう。で、その旅の上に草履。だから足元を見れば大体わかるの。なるほど。他には？襟も違う。着物は下に長襦袢っていう下着を着るから襟が二重に見えるの。浴衣は？浴衣は下に着ないから襟は一枚。生地も浴衣は薄くて涼しいの。着物は絹とか？そう、絹とかしっかりした生地が多い。触るともう全然違うよ。でもさ、そんなに違うと浴衣と着物って完全に別のものって気がする。実はね、ここが今日の面白いポイント。浴衣も着物の仲間なんだよ。そうなの？ずっと別のものだったと思ってた。だよね。着物っていう言葉はすごく広いの。日本の伝統的な服を全部指すの。じゃあその大きい着物の中に浴衣も入ってる。そういうこと。浴衣はその中の一番カジュアルな夏用の着物。なるほどね。浴衣は着物の一種。そう。この一言を覚えておくとかっこいいよ。使う。でね、その浴衣にちょっとびっくりする歴史があるの。びっくりする歴史？浴衣ってもともとはお風呂の服だったの。お風呂。お風呂で着るの？昔はね、浴衣びらって言って平安時代蒸し風呂に入る時に着てたの。へえ、じゃあ裸じゃなかったんだ。そう。で、江戸時代になるとお風呂上がりに着る寝間着みたいになったの。パジャマだ。そう、パジャマ。それがだんだんそのまま外に着ていくようになって。パジャマで外？そうなの。それが今の夏のおしゃれな浴衣になったの。すごい。パジャマから花火デートの服、大出世だね。本当だよね。じゃあ浴衣っていつ着るの？やっぱり夏だけ？花火とか夏祭り、盆踊りは夏だね。でも実は夏だけじゃないの。そうなの？旅館とか温泉に行くと部屋に浴衣が置いてあるでしょ？ある。あれも浴衣だ。そう。あれは部屋着でパジャマ代わり。季節に関係ないの。冬でも着るでしょ？確かに、温泉の浴衣は冬でも着てる。でしょ？だから花火の浴衣は夏で、旅館の浴衣は一年中。元がお風呂の服だったことを思い出すとしっくりくるよね。ほんとだ。つながった。で、着物の方は成人式とか結婚式、お正月、卒業式の袴。人生の大事な日に着ることが多い。成人式はあの長い袖の振り袖だよね。そう、よく知ってるね。そうだ。着物も浴衣も着るときに絶対守るルールがあるの。ルール？右を上にしちゃだね。右？左？こんがらがってきた。だよね。自分から見て左が上、右が下、内側。覚え方ある？あるよ。右手が懐にスルッと入るように切る。そうすると自然に正しくなるの。右手が入る。なるほど。でもなんでそんなに大事なの？それがね、逆に右を上にすると、それは亡くなった人に着せる着せ方なの。怖い。左前って言ってね、お葬式の時の着せ方。だから生きてる人は絶対右を上にしちゃダメ。それは覚えておかなきゃ。知らないと怖い。そうなの。
海外のポスターとか写真でたまに逆になってて日本人がドキッとするの。アルグはないんだけどね。でも大事なルールだ。浴衣を着るときも同じ。左が上。これだけは覚えて帰ってね。そういえば帯も違うの？違う違う。着物の帯は結び方が結構複雑なの。お太鼓結びとか。名前からして難しそう。難しいよ。でも浴衣の帯はもっと簡単で可愛いの。文庫結びとか。どんなの？後ろがリボンみたいになるの。蝶々みたいで。かわいいやつだ。写真でよく見る。そう。あと浴衣の日は小物も楽しいの。下駄にカゴバッグ。カゴバッグ、夏っぽくて好き。でしょ？髪もアップにして花の飾りをつけたり。それテンション上がる。着るだけじゃないんだね。そう。準備から全部楽しむ感じ。正直に言うと私着物を自分で着られないんだよね。わかる。着付けって難しいよね。帯とかも全然覚えられない。これ着物だけじゃないの。実は浴衣も一人で綺麗に着られない人が結構多いんだよ。浴衣も？ちょっと安心した。でしょ？帯が緩んできたり襟が開いてきたり。わかる。夏祭りの途中で崩れてくる。そうなの。だから着付け教室があったり美容院で着せてもらったり。最近は京都とかで外国の人もレンタルしてきてるよね。そう。京都とか浅草でレンタル。プロに着せてもらえるから綺麗なの。いいね。値段もいろいろあるんでしょ？着物は高いものも多いけど浴衣は割と手軽。だからまずは浴衣から始めるのがおすすめ。じゃあ今日の話をまとめてみよう。浴衣は夏のカジュアルな着物。花火やお祭り、あと旅館の部屋着。着物は一年中のきちんとした服で人生の特別な日に着る。見分けるなら足元。浴衣は下駄に素足。着物は旅に草履。そして一番大事なルール。着るときは左が上。右を上にしちゃダメ。そう、それ今日一番覚えた。よかった。あとね、浴衣も着物も着るとなんか背筋がすっと伸びるの。わかる。ちょっと特別な気持ちになるよね。そう。浴衣は夏の入り口。今年の夏、ぜひ着てみてね。皆さんの国にも特別な日に着る服はありますか？あったらぜひコメントで教えてね。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回、レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。